こんにちは、おつけです。今日はね、非常に興奮しております。なんかね、すごいものがね、フリマサイトでね、手に入ったんですよ。というのも、昭和7年っていうと、犬養毅首相がね、暗殺された昭和7年ですよ。515事件のあった年。その年にね、生産された顕微鏡をね、手に入れることができましたので、これを紹介したいと思います。よろしくお願いします。それでは90年の時を超えて開封したいと思います。まずはね、ラベルを見ていきましょう。オリンパス顕微鏡第ね24018号。ここに倍数表があります。接眼レンズは2本、対物レンズは3本のセットとなってます。このね、高千穂製作所っていうのがね、要するに今のオリンパスですね。この当時はね、オリンパスという社名は名乗っていなかったってことでしょうかね。で、製造年なのかな、検査年なのかはちょっとわかんないですけれど、昭和7年10月6日、そういうね、表示があります。それでは本体を出したいと思います。むっちゃくちゃ重いです。おおはい、本体を取り出しました。これね、アルミじゃないですね。とても重いです。多分ね、鋳鉄だと思います。これはね、重い。ではもうね、しっかり見てください。これね、本当に素晴らしいですよ。まずね、オリンパス東京正真正銘オリンパスの顕微鏡です。対物レンズの形もね、今とだいぶ違いますよね。あとは円形のステージにコンデンサーがついてますね。この当時からね、コンデンサーというものがね、搭載されていたということですね。あとは反射鏡のね、状態がね、この当時のものとしてはね、珍しく、大変珍しいと思うんですけれど、非常にね、綺麗です。大抵ね、この時代のというか、結構ね、昭和40年代50年代のね、反射鏡でももう縁っこがね、真っ白になっちゃってるものがあるんですけれどね、これはね、大変綺麗ですよ。このね、下見てください。これね、やっぱりね、鉄だと思うんですけれどね、下を見るとね、やっぱりね、鋳物って感じはしますがね、ただこの表面のね、このツルツル処理鋳肌っていうものをね、全く出してないですよね。本当だったらね、顕微鏡にね、こんなね R なんていうものはね、機能的にはいらないはずなんですけれど、ここまでね R をつけて美しくね仕上げているっていうのはね、やっぱ当時のこだわりでしょうかね。今の職人だったらね、絶対ね、こんなことまではしないと思います。ですのでね、非常にね、当時としてはね、貴重な商品だったと思いますね。職人さんがね、本当に丁寧にね、一つ一つ作り上げた顕微鏡っていうような気がします。このね、ピントの部分もね、本当にね、精密に動きますね。今のね、顕微鏡ではね、なかなかね、もちろん今の顕微鏡つってもね、オリンパスだとかニコンだとかそういったメーカーは別として、カメラ屋さんでね、売られてるようなね、顕微鏡とはね、全く違いますね。本当にね、精巧に動きます。微動の方はね、ちょっとかかりが悪いかな。これはね、後で直したいと思います。あとね、コンデンサーもちゃんと上下に動きますね。これはね、何式のコンデンサーでしょうかね。もうすでに当時からアッベ式のコンデンサーが入っていたのかと思われます。多分ね、アッベ式でしょうね。ちょっとね、開口数は不明ですがね、最大倍率が62倍ですね。もちろんね、当時なのでスプリングまではついてないですね。アクロマートだとは思いますが、本当にね、今非常に貴重なものをね、手にさせていただいている感じがします。さて、せっかくなので何かね、見てみましょうかね、これで。これね、筋肉鍛えられますよ。すごい重い。この顕微鏡ね、鏡頭の長さが 170mm。ただし、レボルバーをつけるときは 155mm に合わせるべしって書いてあるので、155mm に合わせます。その状態で観察するんですね。そうするとね、これね、すごいですよ、本当に。全くね、昭和7年のものだとは思えないぐらいね、見味がいいですね。これね、接眼レンズもね、ホイヘンスの接眼レンズといいまして、望遠鏡でいうハイゲンスですが、レンズがね、2枚ね、凸レンズが組み合わされただけのレンズなんですけれど、色収差っていうものをね、全くね、感じないんですね。もうちょっと光を集めてみても、
これはね驚くばかりです。多分ね対物レンズとのね組み合わせっていうのがね多分考慮されていると思うんですけれど、ホイヘンスだとね対物レンズの色収差をね打ち消すっていう効果もねあるので、それでだとは思いますがね、非常に煮え味がいいです。これねちょっとこんな方眼見たってしゃあないので別のものを見ようかな。すごい楽しいと思いますよこれ。はい、ということでねオオミジンコをね買いました。今ねネットでね買えるんですよ。びっくりですよね。ほらほらいっぱい泳いでますよね。何百匹かいるかと思います。うじゃうじゃいますよね。これオオミジンコです。サイトではね20匹から50匹って書いてありましたけどね、もうそれ以上にねたくさんねいます。途中でね孵化でもしたんでしょうかね。ではねこのねオオミジンコさんを早速ね見てみたいと思います。はい、これがねオオミジンコです。ミジンコさんがね潰れないようにねホールスライドガラスを使っています。ですがオオミジンコはねちょっとね巨体なためにねホールスライドガラスを使ってもちょっと挟まれた感じになっているので、こうしてね身動きがね今ねあまり取れていない状態なので、こうして固定して画面からね動かないで撮影していますが、あまりねこの長い状態を維持するとちょっとねかわいそうなので、撮影時間は短めにしたいと思います。今ねミジンコ見えてると思うんですけれど、そのミジンコの周りにねクロレラとかね、あと他の小さなね微小生物もねいっぱいねうごめいてるのがわかりますよね。あとねミジンコさんそのもののね動きもよくわかると思います。心臓がね動いているところだとかね、あと目がね動いているところ、そういったところがね、これね40倍、37倍かななんですけれどね、非常に細かく撮影ができます。ちょっとね倍率を上げてみたいと思います。はい、倍率をね上げました。これね何倍かな、10倍かける10倍なので100倍ですね。100倍で今ねオオミジンコ見ています。目がねプルプルと震えてます。このね運動にどういう意味があるのかはちょっとわかりませんが、あとこのね内臓の動きですね、ここら辺もねしっかりとね観察できますね。ただねちょっとねミジンコがね太いのでね、どこか一点にね焦点を合わすっていうことはできませんが、でその次はお尻の方ですね。お尻の方はね食べたものをねこうやっていわゆるうんちですね。これだけね倍率高いとねなんかね網目みたいなのが見えますよね。これほらミジンコのね殻の様子がねよくわかりますね。ここもちょっと倍率上げてみましょうか。はい、もうねこれ何倍でしょうかね。620倍なんですけれどね、ミジンコのね表面こんなねギザギザなんですね。見たことありますか？ミジンコの表面って。私もね大発見ですね。背中こんな風になってたんですね。あとねさっき言ってた殻がねこのようにね網目になってます。今までねミジンコのね殻をねこのようにね詳細に観察したことはね私なかったんですけれど、今ねこうやって改めて見るとね楽しいですね。まさかね昭和7年の顕微鏡でねこういうね大発見があるとは思いませんでした。つぶらなねお目目さんはねピントが合いません。ピントが合わないってことはねそれだけね立体的なね大きさなんでしょうね。いやね本当にねこうやって見るとね楽しいですよね。あまり見るとミジンコさんが死んでしまうので、これぐらいにしておこうと思います。ちゃんとね巣に戻りました。くどいようですが昭和7年の顕微鏡ですよ。もうねこういうものをねメルカリとかに出してもね皆さんね疑心暗鬼で本当に見えるのかとかね、ただのねアンティークじゃないか骨董品じゃないかってね思われるかもしれないですけれどね、もう全然大丈夫ですね。もちろんやっぱりねその保管状況にもよると思うんですけれど、本当にねこのようにね程度のいいやつだったらかなりね面白いところまでね観察できるっていうのがね今回ね分かりました。ということでねいかがでしたでしょうか。このね激動のね昭和のね時代を生き残った90年前のね顕微鏡、昭和7年製のオリンパスの顕微鏡ですね。今回これを入手して、そしてミジンコを見させていただきました。そして私もねミジンコの表面にねあのような網目の模様があったりね、
表面がねヒゲヒゲになってるっていうことをね初めて知りました。もっとね生物学にね興味があるっていう人はねもっともっとね発見ができるかもしれません。本当にびっくりです。またねこの顕微鏡で見たね世界というのもね機会があればお伝えしていきたいかなと思います。それでは今回もご視聴ありがとうございました。